皆さんこんにちは、クレアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらダイソーさんのリサイクルコットン 100% 極太のこの糸を使用してバッグを編んでいこうと思います。今回使用していく色番は REG6 のローズレッド、この色を使用していきます。材質は綿が 100% で 40g40m の長さで、おすすめの塩針はかぎ針は8号針です。今回はリサイクルコットンの極太の糸を使用していきます。で、他の極太の糸でも同じ感じで編んでいけるので、ちょっとね、大きさは少々違うかなと思うんですけれども、極太の糸で編んでいただければいいかなと思います。で、それから使用道具はこちらです。乱数マーカーと、それからとじ針。このとじ針は太めのとじ針を使用してみてください。それからハサミ。で、モチーフ編んでいくんですけれども、モチーフとサイドの部分を合わせていくのに待ち針があった方がいいかなと思います。で、それからかぎ針は指定通りな感じで8号針 5mm。このかぎ針を使用して編んでいきます。ではまず最初モチーフ編みからしていきます。糸端は糸処理できるぐらいに残して、で輪の作り目で編んでいくんですけれども、皆さんご自分のやり方でやってみてください。私はこれをねバッテンして一重でやっていくので、はい。で親指でこのバッテンのところを押さえて、そのまんまスポットを入れてかけて引き出してきて、そのまんままたそのままなんですけど、こっから鎖をね3つで立ち上げていきます。もうそのまんま3つ編んで、で長編みをねこの中に編み入れていきます。かけてから輪の中に入れて引き出して、かけて2本を引き抜いて、でかけて次2本を引き抜く。これで長編み1目で、マーカーを頭のところにつけてみてください。これを基本的に、この輪の中に8つ編んでいくんですけど、これ今1つできました。で次に鎖をね3つ編みます。で次からなんですけど、次からがリピートになります。長編み2目の玉編みを編んでいきますね。引っ掛けて輪の中に入れてかけて引き出してきます。で引っ掛けて最初の2本を引き抜いて、このまま未完成の状態でまたかけてから輪の中に入れて引っ掛けて引き出していきます。で2本を引き抜いて、未完成2本と最初のループ1本で3本になってるのをかけてから一気に引き抜きます。で鎖が3つ。はい、これをね今2つ編んだので、あと6つ同じような感じでやっていきます。あともう一回やりますね。かけてからまず入れて引き出して、引っ掛けて最初の2本を引き抜く。でそのまんまの状態でかけて、また輪の中に入れて引き出して、かけてから最初の2本を引き抜く。で3本になったのを一気に引き抜いて、鎖を1、2、3と3つ編む。はい、これを今3つできたので、あと5つですね。はい、全体に5つじゃないや8つ編んでいこうと思います。輪の中に8つ長編み2目の玉編みを編んできました。この一番最初のを入れて8つなので、1、2、3、4、5、6、7、8と8つありますよね。で編んだらまだ鎖3つつけてないので、最後鎖3つをつけて、一番最初に編んでマーカーつけといたところ、このままスポット入れます。入れてから取った方がねやりやすいので、取っていただきまして、これで最後引き抜いて輪っかをつなげます。はい、ここまでやってからもう引き締めてもいいかなと思うので、この状態でねぎゅーっと輪を小さくして引き締めておきます。はい、これで1段目の終了です。それでは次2段目です。2段目はこの鎖3目のところまで引き抜き編みでまず1回移動して、そこから編んでいこうと思います。まずこの穴の中にスポット入れて引き出してきて、このループを引き抜いて、引き抜き編み1回でまずは移動させました。でそれからここから鎖を3目立ち上げて編んでいきます。今度はこの3目3目
鎖を編んだところ、ここに長編みをね3目編み入れるだけという編み方なんですね。でまずこの立ち上げも長編み1目とカウントして、あと2回輪の中に、輪っていうかここですよね、側に入れていきます。輪じゃないですね、輪じゃなくて、はい鎖3目のところ、今1目編んだので、あともう1目、はい編み入れました。でマーカーつけといてもいいですし、マーカーつけなくてもわかるかなと思うので、ぐるっと回ってきたらちょっとつけずにいきたいと思います。わからない方はつけてみてください。でそしたらこの間のところ、鎖3目と鎖3目、ここは長編み3目編み入れるんですけど、そのつなぐ間にはね鎖をね1目だけ編みます。で次の鎖3目、ここにスポッと側に入れて長編みを3目編み入れます。今2目目、はい、3目編み入れたらまた鎖を1つだけで、またここに長編みを3目編み入れます。編んだらまた鎖を1つというような感じで、長編み3目鎖を1目で、またここの鎖3目のとこに長編み3目鎖を1目という感じでぐるっと1周編んでいこうと思います。ぐるっと1周編んできました。で一番最後の鎖3目、ここですよね、ここに長編みを3目編み入れて、まだ鎖を編み入れてないので最後に鎖を1つつけます。で長編みの手前の鎖3目、123目目の鎖のところですね、長編みのすぐ隣なのでわかると思います。そこのこの下の半目、ここに入れます。そうすると裏山とこの上半目と取れるので、この状態で引き抜いて一つにつなげます。はい、これで2段目の終了です。では次3段目です。3段目も鎖この1目のところまで引き抜き編みで移動していきます。まずは隣のこの長編みの頭に入れて、で引き抜き編みをまず1回移動で、次の長編みの頭に入れて引き抜き編み2回で移動で、一番最後鎖1目のところに入れて引き抜き編み3回で移動します。でここから鎖を3つ立ち上げます。これも長編みとみなしてます。で同じところに長編みをまずは1目で、またわからない方はマーカーを長編みの頭でも隣のところでですね、鎖3目のところでもどちらでもいいので、わからない方はつけてみてください。で編めましたら次鎖を3つ編みます。長編み2回、鎖が3目で、また同じところにスポット入れて長編みを2目編み入れます。もう1回、はい、次この3段目はこれのリピートです。編んだらそのまんま長編み3目長編み3目の真ん中の鎖のところに同じく、まずは長編みを2目です。長編みを2目で、間に鎖を3つ、123と3つ編みます。でまた同じところに長編みを2回、1で2と編み入れますっていうのを繰り返してぐるっと1周編んでいきたいと思います。こんな感じでぐるっと1周編んできました。その状態のまんまでこの鎖を123目目ですね、ここのところに最後引き抜くだけです。最後引き抜いて、これで3段目の終了です。はい、では次4段目です。4段目も同じようにこの鎖3目のところまで引き抜き編みで移動していきます。まずは隣の長編みの頭に1回移動で、次はですねそのまんまスポット入れて鎖3目のところに引き抜き編みで2回で移動させました。でここから今度は始まります。まず長編みを編みたいので鎖3目で立ち上げます。でこの中には今度は、長編みを4目鎖を2目長編みを4目っていう結構ねいっぱい編み入れるんですけど、これも長編みとみなしてるので、あと3回長編みをまずは編み入れます。3と
編み入れました。そしたら鎖を2目です。今度は鎖2目で、またこのちょっと小さいんですけど、ここに長編みを4目編み入れます。はい、長編みを4目編み入れてきました。そしたらこの段も同じようにこのまんま編み入れたら、また次の鎖3目のところにスポット入れて編んでいきます。まずは長編みを4目です。はい、長編みを4目編んだら、間に鎖を2つで、ちょっと小さいんですけれども、ちょっとぎゅーっと右の方に寄せて長編みを4目編み入れます。はい、編み入れました。っていうのの今度は繰り返しになるので、鎖3目のところに長編み4目で鎖を2目、長編みを4目、これを編み入れるという感じですね。これでぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。で、今ここに模様編みを編んで、そのままの状態で引き抜きます。鎖3目のところの3目目、ここに最後引き抜いて、これで4段目の終了です。それでは次5段目です。5段目もこの鎖のところまで引き抜き編みで移動させていきます。上まで編んできました。そしたら今度はね、ここをね、四角くしようと思うので、こっから鎖を1つ立ち上げて、まずこの同じ場所のところに長編みを編んで、こっからスタートしていきます。長編みを編んだら、くるっと編んできた時に分かりやすいようにマーカーをつけておきます。はい。で、つけたら次、隣のこの長編み、ここにもね、細編みを1目編み入れます。で、編み入れたら次の長編みをスキップ。で、次の長編みですね。ここのところに中長編みを編み入れます。引っ掛けて、入れて、引き出します。で、中長編みはこの3本を一気に引き抜いて、これで中長編み1目編めました。で、次、隣のこの最後の4個目の長編みですね。ここのところに長編みをまた1目編み入れます。はい、こんな感じですね。ちょっと四角い部分ができてきたと思うんですけど、まだちょっとわかんないですけどね。はい。で、そしたら次のこの長編み1、2、3、4と4目あると思うんですけど、右から1、2、3。この3目分を長編みを編んでいきます。まずは一番最初のところに長編みをまず1目編んで、で、隣の目にも長編み。で、またもう一つ隣の目にも長編みをこんな感じで3回連続で編んでいきます。はい。で、編めたらこの長編みをちょっとスキップです。で、ここが角になるので、ここのところに長編みをまず3目編み入れます。長編みを3目編み入れました。そしたら角になる部分に鎖を3つ編み入れます。で、また同じところに長編みをまた同じく3目。はい、こんな感じで編み入れます。そうすると、ちょっとここがね、角になるんですよね。こう、角に、こう来るって感じですね。になっていきます。はい。で、また次の角のこっちの部分ですね、を編んでいきます。それでは次、隣のこの長編み、ここをスキップして、その隣から連続で1、2、3と3回は長編みを編んでいきます。まずはスキップした隣の長編みの目から長編みを1目。で、もう一つ隣のところに長編みを1目。で、最後ですね。長編みを1目編み入れます。できたら次、隣のこの長編みの頭にも1目長編みを編み入れてみてください。編み入れたらその隣のこの長編みは中長編みを編み入れます。中長編み。はい。
でそしたら次のこの長編みをスキップで、この鎖の隣のこの長編み、ここに細編みを1目、そしたら鎖のところもスポッと入れて細編みを1目編み入れます。ちょっと角になってきたかなと思うんですけれども、ここを起点に左右対称にこう編んでるんですね。なのでここで編んだのがこっち、ここで編んだのがここっていう風になってるので、そんな感じです。ちょっと一番最初分かりづらいんですけれども、そしたらまたここの繰り返しなんですよね。こっちの繰り返しになるので、真ん中編んだら次隣のこの長編みのところに細編みで、編んだら1つスキップしたその隣が中長編みになります。中長編みを1目で、もう一つ隣が長編みになります。長編みを1目。はい。で、ここまで来たら、これまた端っこになるんですよ。角のところ。角のところのこの4目のところ、手前の、これは1、2、3と3回連続で長編みになるので、まずは長編みを1。で、次隣のところにも、また1。で、次その隣ですね。もう一つ編み入れます。そしたら最後の長編みはスキップ。で、またここが角になるので、長編みを3目。で、鎖を3目。2、3。で、また同じところに長編みを3目編み入れます。はい。という感じです。ちょっとここがボコッとなってるんですけれども、こういった感じにちょっと角張ってきたと思うんですね。で、またこっからの続きっていうのが、ここからの続きになります。今ここ長編み3目編んだその隣、こっからずっとがこっちの続きとこっちの続きと、ここに部分になるので、ちょっとこの辺りをですね参考にして分からなければちょっと巻き戻して編んでみてください。で、またこの辺りになったら一緒に動画で編んでみてください。はい、こんな感じでくるっと一周編んできました。で、最後のこの部分はここからずっと引き抜き編みで上まで鎖のところまで行って、それでここからずっと始めているところですね。この引き抜き編みしたところも、まずはこれ一番最後のこの長編みのところは長編みになるので、そのまんま入れれるところに入れて長編みを編んでみてください。で、その次がこの1、2、3番目ですよね。ここの長編みのところに中長編みなので、ここもね中長編みを引き抜き編みしたところでいいかなと思います。ここに中長編みを1目編み入れて、で最後がこの最初の長編みの頭になるので、これもここに細編みで一番最初に編んだところに引き抜くという感じにしていきます。はい。で、次の段はまたここに細編みをずっと編んでいきます。それでは次6段目です。まず鎖を1つ立ち上げて1つずつ細編みを編んでいこうと思うので、まずは根元の引き抜いたところに細編みを1目編んでマーカーを目印につけておきます。で、この角のところ、ここまではね1つずつこの目を取って編んでいこうと思います。ここから角の手前のこの長編みまで細編みを編んできました。そしたら角のところ、ここにスポットを入れて、まず細編みを2目編み入れます。で、編み入れたら鎖を2つ編みます。で、今ここまで編んで、このね左と右だけ、ここをねもうちょっと増やしたいと思うので、正方形だとねちょっと持ちにくいかなと思うので、ちょっと長方形に近づけるようにするために、ここから長編みを編んでいこうと思います。まずはここに今細編み2目編んで鎖を2つ編んで、また同じところに今度ね長編みを2目編み入れます。もう一回同じところに入れて長編みを2目
でこっからずっとこの頭一つずつを取って長編みを編んでいきます。まずは隣のこの長編みの頭に長編みで、次隣ですね、長編みの頭に長編みという感じです。ここからずっと長編みを最後の長編みの頭まで編んできました。そしたら次鎖に来るんですけれども、ここのところは長編みをまず2目側に編み入れます。でこんな感じです。編み入れたら鎖を2目編んで、で今度こっちの方に編んでいくんですけど、こっちの部分は細編みを編んでいこうと思うので、スポッと入れてまたここのところで細編みを2目編み入れます。でこっからは1つずつ細編みを編んでいきます。はい、端の方まで細編みをずっと1目ずつ編んできました。そしたら角のところはまた同じ感じで細編みを2目編んで、で鎖を2つで編んで、またこっちにずっと編んでいくのを長編みを編んでいきます。でまずはこのところにスポットを入れて長編みを2目で、ここからは1つずつ長編みをずっと編んでいきます。端の方まで編んできたら、そしたら角のところは長編みを2目編み入れて、でこのサイドの部分ここまで編めたので鎖を2つで、こっちのゾーンは細編みになるので細編みを編んでいきます。でここはまず細編みを2目側に入れて編んだら、ここからはもう1つずつ編んでいくので1つずつ編んで、最後の細編みまで編み入れたら一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜きます。くるっと一周編んできました。で最後は1つずつ細編みを編んで、一番最初のこの細編みのマーカーついてるところに引き抜いて終わってます。で次の段はここのところをぐるっと一周引き抜き編みをしていきます。それでは引き抜いたところのその隣の目から引き抜き編みをしていきます。引き出してこのループを引き抜く。で1目編めたらぐるっと編んできた時に分かりやすいようにマーカーをつけておきたいと思います。この半目のところにつけるといいかなと思うので、半目のところにつけて、で次隣の目に引き抜き編みをする。隣の目に引き抜き編みという感じで引き抜き編みを端まで編んでいきます。はい、最後の目まで引き抜き編みをしてきました。そしたらここ角のところになるんですけれども、角のところは2目鎖を編んだと思うので2目分の引き抜き編みをしていきます。でこれ目が大きいので、この鎖と裏山のこのポコッとしたとこですね、ここ取りやすいと思うので、もうこのところに入れてやっていきます。まずは隣のこの鎖のポコッと出たところと鎖の間のところに間はい空いてるので、ここのところに入れてまず1つ目の引き抜き編みをします。はい、できたら次のこの鎖の裏山と鎖の間ここに入れて、で引き抜き編み2つ目をします。そしたら隣からこれ長編みになります。1つずつ長編みの頭を取って引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じでずっと引き抜き編みをして、角のところここ長編み2つ引き抜き編みをしたら、このところも2目編んでますよね。角のところ1つずつ引き抜き編みをします。でずっといって角のところ鎖のところは2つ引き抜き編みをしてという感じでぐるっと一周編んでいきます。はい、最後の目まで引き抜き編みをしてきました。そしたらこちらの糸端を糸処理できるぐらいに残してカットして、で引き抜きます。
はい。そしたら、とじ針に糸端を通して、チェーンつなぎをしていきます。マーカーのついているところの半目のところに、とじ針を入れて、引き出してきます。で、出ているところに、またとじ針を入れて、これで、チェーンつなぎができました。そしたらもうこのまんま後ろで糸処理もしていきます。はい、できたので際でカットして、これでモチーフが一つ出来上がりました。はい、こんな感じで、ここのところを引き抜き編みしたのですごくね整ったかなと思います。で、同じものをあともう1枚編んでいきます。これも編んだのがあるんですけれども、こんな感じでもう1枚編んで、それからサイドと底のところを次編んでいこうと思います。それでは糸端は糸処理できるぐらいに残して、途中で結び目を作って、ここから鎖を13目編んでいきます。鎖を13目編んできました。そしたらここから1段目は長編みを編んでいくんですけれども、長編みの立ち上げ方法っていうのでやっていこうと思うので、一番最後のこの13目目、ここをもうちょっと大きく鎖を出します。で、裏山にこの指を置いておいて、で、長く引き伸ばします。ちょっと長めの方がいいので、やりやすいように長めに引き出してみてください。で、中指で押さえたまんまで、ぐるーんとねじって引っ掛けます。で、それを押さえておいたこの最後の裏山ですね、鎖の。ここに入れて、引っ掛けて引き出してきます。で、最初の2本をかけてから引き抜きます。この時にずーっとこの指を、押さえておいて、で、次、ここまで来たらようやく離してください。で、それから引っ掛けて全部を引き抜きます。これで長編みのこの立ち上げができました。そしたらサイドのところ、こうやって見るとここにね、鎖っぽいところがあるので、この部分にマーカーをつけておきます。糸割れがね、すごいするのでね。よいしょ。はい、できました。こんな感じ。ここにつけておきます。そしたら次の目から、これ今立ち上げの目が13目目になるので、あと12目分の長編みをこの裏山一つずつに入れていきます。引っ掛けて、次の裏山に入れて、はい。で、長編みを編みます。もうちょっとちっちゃい方がいいかな。はい。じゃあ長編みを編みますね。そしたら隣の目の裏山に入れて長編み。という感じで裏山に長編みを端まで編んでいきます。端の方まで長編みを編んできました。で、この時点で測っていって、だいたい 9.5 センチぐらいの長さになってます。では次2段目に行きたいと思います。それでは鎖を1つ立ち上げて、くるっと裏を向けます。で、一番最後のこの長編みの頭に中長編みを編み入れます。引っ掛けて、長編みの頭に入れて、かけて引き出してきます。で、3本を一気に引き抜いて、これで中長編み1目編めたので、わからない方はマーカーをつけてみてください。13目なのでね、そこまで気にならなければもうずっとそのまんまいっても大丈夫ですけど、この長編みの立ち上げのところはつけておいた方がいいと思うので、この中長編みは大丈夫です。で、そしたら次、鎖を1つ編みます。緩めに編んで、1つスキップします。で、次の目に中長編みを1目の繰り返しです。表の段は長編み、裏の段は中長編み鎖。ちょっと鎖編みますね。中長編み、鎖を編みました。で、1つスキップした次の目に中長編みで鎖。1つスキップして次の目に中長編みという感じで端まで編んでいきます。はい、1つスキップした次の目なので、最後に
中長編みを編んで、これで2段目の終了です。そしたら次3段目です。長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていきます。長く伸ばしてくるっと時計回りの方向に回してから、ちょっとねここ長めの方がいいのでやりにくいので、この太い糸なので長めに引き出してからくるんと引っ掛けて、最後に編んだこの中長編みの頭、ここもね入れづらいのでギュッと入れてください。で引っ掛けて引き出してきて、ずーっと押さえたままなので、ちょっとここでもねこのねじれを取らないようにちょっと押さえておきますね。で引っ掛けて最初の2本を引き抜いて、で整えてから次の2本を引き抜きます。やりにくければもう鎖3目でもご自分でやられてる長編みの立ち上げ方法でもやってみてください。で立ち上げをしたら次鎖になったところ、このままね鎖のところに入れて、裏山と鎖の間ですね、これで長編みをまた1目編みます。そしたら次中長編みなので、中長編みの頭に入れて長編みを1目、そしたら次は鎖と裏山の間に1目、中長編みに1目という感じで1つずつ長編みを編み入れていきたいと思います。はい、最後の目にも長編みを編み入れて、これで3段目の終了です。それでは次4段目はまた2段目の繰り返しになります。鎖を1つ立ち上げて裏を向けて中長編みを最初編むので、この長編みの頭に入れて中長編みを編みます。でマーカーわからない方はつけてみてください。で鎖を1目で、次の長編みをスキップして隣にまた中長編みという感じなので、2段目と一緒ですね。中長編み鎖、中長編み鎖っていうのをずっと続けていきます。で次の段ですね、4段目が終わって5段目の時はまた、長編みの立ち上げ方法で長編みを編むという感じで、135と奇数段は長編み、2468と偶数段が中長編み鎖、中長編み鎖の段になるという感じで、ずっと何段かですね、結構長いんですけど、側面と底の部分を編んでいきたいと思います。こんな感じで39段まで編んできました。で一番端っこのところに合わせてこんな感じで測っていきます。ちょっとこう整えるとだいたい54センチぐらいの長さで、縦の部分がだいたい10センチぐらいかなっていう感じになってます。でこの辺りでちょっとやってみたらいい感じの段になっていたので、ここで終わろうかなと思います。もしもちょっと長さが違うんだったらこの長編みで終わる段で終わってみてください。調節できるかなと思うんですけれども、そんな感じでまず最初の始まりが長編みなので終わりも長編みで終わるという感じにしたいので、長編みで終わってみてください。で次はこの編んだモチーフと、それからこのバッグの側面と底のところ、ここを合わせていこうと思います。それではまずこっちのモチーフから説明していこうと思います。でモチーフ編んだ時に上下のところになるように細編みで、左右のところになるようにこの長編みを編んでたと思うんですね。で上下のところ、最後引き抜き編みしてこうつなげたチェーンつなぎのところがあると思うんですよね。ずっと引き抜いてこう上がってきたところがここになるので、これを下にします。こっち下で左右でこっちが上という感じで、上のところに待ち針を打っておいて、こっちが上ですよという目印をまずつけますね。でもちろんモチーフは表側のこの長編みがきれいに見えてる方、こっちが表になりますっていうのをして、でこちらが上で下で右左ということなので、側面のところこういった感じにつくと思うんですよね。こんな感じでこう、そうするとここの段数っていうのが13段目のところのこの下のラインにマーカーをつけました。1段目から数えてって13段目のこの下で、ここが下の底のところ、側面のところも1段目から13段目のこの下ですね、ここのところにまたマーカーつけてあります。待ち針でするとねちょっと指さしたりとかして危ないので、マーカーでした方がいいかなと思います、この部分はね。でやったらここをつなぐんですけれども、モチーフ編みした方、これ糸処理まだ皆さんされてない方はしてみてください。で私まだこっちの方してないので、これも表じゃなくって裏の方
長編みがちょっとガチャガチャガチャっと見えてる方ですね。こっちが裏になるので、こっちの方に糸処理をして、モチーフとかも歪みがあると綺麗には見えないので、ちょっとアイロンをかけていただいて整えるような感じにしていただいて、次それができてから側面と底のところをつないでいこうと思います。それではこの編んだモチーフと側面と底のパーツを合わせて細編みをずっと編んでいこうと思います。で、側面のパーツのところでマーカーつけといた部分があると思うんですけど、その下に中長編みのところがあると思うんですよね。なので穴がこう開いてあると思います。鎖の部分。そこのところと、それからこのモチーフの角のところ。ここも鎖のところなので穴が開いてるんですね。ここのところをこんな感じでつまんで、ここに待ち針を1箇所打って、上と合わせて感覚的にまた待ち針を打つという感じで合わせていきます。で、反対のところも同じような感じで、この13段目でマーカーつけといたその下のところですね。ここの中長編みのところと、こっちを見るとこの角のところ、鎖で穴が開いてるところをこうつまんで、でまたこっち側と側面の方とで合わせて待ち針を打つという感じにしていきます。で、こちらの方を向けて表ですね。はい、向いてる状態でこんな感じでずっと編んでいきます。それではこの待ち針上になっている方で、この側面のところですね、こっちの方を向けてずっと編んでいきます。こうですね。で、糸端は糸処理できるぐらいに残して、このパーツの私ちょっと編んでてここに抜いてるんですけど、ここの一番端っこのところの目ですね。こことお迎えさんもここのずっと端っこの目、一番端っこの目にしてます。で、こっちを見るとここにね鎖ずっと見えてます。これ引き抜き編みしたので見えてるんですけれども、こっちの目の方、これあると思うんですね。ここをねずっと取っていきます。一番ね端っこの目、こっち鎖見えてる方で、こっちですね、ここのところを取って引っ掛けて引き出してきます。で、こっちはまた糸処理できるぐらいに残しておいて、鎖を一つ編んで引き締めます。ギュッとちょっと引き締めておきます。そしたらまた同じ穴のところに入れて、両方入れてください。で、ここで細編みをちょっと編みにくいんですけれども、1目編み入れます。はい。で、一番最初だっていう目印でマーカーをつけておきますね。はい。で、そしたらこっちの方は鎖が見えてて、こっちにも目が見えてると思うんですよね。ずっと長編みとか細編みとかで編んでったので、その目が見えてます。ここのところをね、こっちはこうやってして1個ずつこうやってして取って編んでいこうかなと思うんですけれども、そのこっちの側面のところってまだガタガタガタっとしてると思うんですよ。これはもうどこを取ってもよくって関係なくって、とりあえずここの目を1個ずつ拾って、その向かい側の目、ここをこうやってして入れて細編みを編むっていう風にしてったら、もう全然もう簡単にできるかなと思うんですよね。なのでこの目数とかも全然関係なくできるかなと思います。何も目数も言ってないんですけど、今回そんな感じでやってみてください。というとじゃなくって、次の目っていうとここになるんですね。こうカシャッと合わせると、ここの手前のところってここら辺かなっていうのがわかると思うんですよ。で、そことこの長編みの頭ですね、こっちなので、こっち鎖が見えてます。そこのところに入れて細編みを1目、ちょっともうちょっとちっちゃい方がいいかな。こことでお迎えさんで細編みを1目編みます。そしたら次隣っていうと、ここにありますよね。ここのところをこうやって合わせると、この辺りとここという感じでわかるので、こんな感じでねずーっと1個ずつ合わせていきます。で、この角の曲がり角のところ、ここのところもここにこうやってして目が1個ずつ見えると思うんですね。なのでここのところを1個ずつ、本当にね編んだ目数通りに、編んだ目数っていうか、この細編みとか見えてるところ、引き抜き編みとかしたところですよね。ここをずーっと1個ずつ取ってきます。で、こっちはお迎えさんを取るという感じで1周ぐるーっと編むというだけです。そんな感じで1個ずつ
ぐるーっと編んでみてください。編んだ場所からぐるーっとここまで細編みを編んできました。で側面見るとこういった感じになってるかなと思います。ここにねちょっと細編みの足が見えてるかなと思うんですよね。でここまで編んできたら、ここまでっていうのはここまでですね。この長編みずっと編んでて2、4、6、8、12、13目目のこの細編みじゃないや長編みの頭、ここを取って最後こう編んでるような感じになってます。でここまで編んできたら鎖をね1個編みます。これ角の部分。1つは編むとこう角になるんですよね。2つだと大きいからちょっと1個にします。1つ編んで、でまた同じ場所にちょっと入れて、こうなんていうんですかね、角を出すような感じにしたいと思います。でそこからは隣の目に引き抜き編みという感じで引き抜き編みをしていきます。ここからずっと最後のこの長編みの頭まで引き抜き編みをしてきました。そしたらあともう一つのこのモチーフ編んだのがあると思います。こっち上こっち下っていう風になってて、これも同じような感じでこう留めていきますね。で留めてもう同じです。鎖を一つ立ち上げてまた同じ場所に長編みの頭と、でこっちのところはもうこの鎖をずっとちょっと見にくいですね。この鎖をずっと取っていくので、こっちが、模様編みで引き抜き編みしたので見えるので、こっちの方ですね。この鎖を取ってまた同じようにぐるーっと編んでいきます。でこっちのところも引き抜き編みしてないので、引き抜き編みをずっとここまでしてみてください。でまたここのところはね最後でちょっとご説明しようかなと思うので、2枚のモチーフをちょっと合わせていただいてして、でまた今度持ち手のところ編んでいこうと思います。こんな感じでまたぐるーっと編んできました。で今引き抜き編みをして、でここがちっちゃいとこあると思うんですけど、ここが一番最後の長編みの頭になるので、最後この辺りにですね引き抜き編みを最後しちゃいたいと思います。でそしたら鎖を一つ編んで、ちょっとこの角の部分になるかなと思うので、で角を作ってからマーカーちょっと取りますね。一番最初に編んだ細編みの頭によいしょ引き抜きます。で糸処理できるぐらいにちょっと残しまして、カットしてで引き抜きます。こんな感じにぐるっと一周編めました。でもうこの時点で糸処理した方がもうね楽になるので、糸処理しちゃおうかなと思います。こんな感じでつなげようと思うので、これじゃなくってこっちの方ですね。ここの半目のところにでもちょっと入れますね。チェーンつなぎっぽく。で出ているところに戻して、はいこんな感じ、ちょっとチェーンっぽくして、はいこんな感じですね。でもう後ろのところで糸処理をしちゃいたいと思います。できたらキワでカットして、これでぐるっと一周できました。そしたらあと残りこれだけなんですよね。そしたらこっちの方もあるので、これももう今糸処理したタイミングでやっちゃおうかなと思います。はい、でここをまた糸処理していただいて、で次持ち手を編んでいこうかなと思います。それでは持ち手はこっちちょっと見えにくいんですけれども、7mm針を使用して編んでいきます。で糸は内側とそれから外側と1本ずつ引き出してきて2本取りで編んでいこうかなと思います。で一方の方をちょっとかがる分長めに出していただいて、あともう一方の方、これは糸処理分ぐらいですね、残していただいて、ちょっとあればいいかなと思うんですけど、ここで途中で結び目を作っていきます。はい、でここから鎖を2目編みます。
鎖を2目編んだら1目目の鎖の上半目入れていただいて引っ掛けて引き出してきます。で細編みを編むのでかけてからこの2本を引き抜いてまず細編みを1目編み入れます。そうするとこの鎖のこれ1目目2目目のところのちょっと下半目のところが残ってるのでまずはこうくるっと向けてここにかぎ針を入れてまた細編みを編んでいきます。引き出してで引っ掛けてこのループを引き抜く。で編めたらまた横をねくるっと向けるとここに今4本見えてると思うんですけれども2本取りで編んでるので4本です。1本取りだったら2本になってます。ここのところにかぎ針を入れてで引っ掛けて引き出してきます。でまたかけてこの2本を引き抜く。でまた時計回りにくるっと回してこの入れるところあります。ここにまず入れます。これがねちょっと緩めに編んでないとちょっとギシギシ言ってるんですけれどもかぎ針がねはい入れました。でかけて引き出してきてで引っ掛けてこの2本を引き抜くという感じでこうくる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 回しながらエビ編みを編んでいきますね。ここがねちょっと入れにくいので緩めに編んだ方がちょっときつめに編むとすごく入れにくいのでこの糸がコットンの糸なのでね毛糸だったら結構スルスルいくんですけれどもちょっと大変なので緩めな感じそんな緩く編むとダメなんですけれどもきつめよりかは少々緩めっぽくこんな感じでくる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 回しながらまたこの場所に入れて引き出してで2本を引き抜く。でまたくるっと回してこの場所に入れてという感じでぐる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 ね編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。そしたら鎖をね一つだけ編んで片方の方は糸処理する分で短くカットします。でもう片方の方がかがっていく分なのでちょっと長めな感じにしてカットしちゃいます。でスルスルっと抜きましてでこれで出来上がりです。で同じものをもう1本作っていただいて長さはね一緒になってます。同じくらいにしてで次はつけていきますねこれに。で残りの糸がちょっと半分ぐらい残ってるかなっていう感じですね。はい。それではこれをつけていきたいと思います。それでは持ち手をつけていこうと思います。で片方つけたのがあるんですけれどもこんな感じにつけていきます。この表面の方につけてでこうつまんでここをひっつけるみたいな感じにしようかなと思っているのでとじ針に糸端を通してでまずはここ角になってると思うんですけれども角のところにこう合わせるような感じにしてやっていこうと思います。で入れるのはこれぐらい入れようかなと思うのでだいたい3センチぐらいかなっていう感じですね。3センチもないんですけど 2.5 センチとかですね。上から下までそれぐらいな感じでやっていこうと思います。ではまずはこの下から糸が出ているので下のところ表に響かないようにしてでまず一点かがっていきたいと思います。はい。でかがれたらサイドの方にこうぐるーっとこう回るような感じでやっていきます。はい、上まで来たらここのところはしっかりとひっつけたいのでまず表にギュッと出してでこのところがなんか響かないようにしたいのでこの内側ですねこういったところに入れて出し入れすると分かりづらいのでまずこんな感じでこういったところ
鎖のちょっと下のあたりとかに入れると全然わかんないので入れてみてください。で、しっかり固定させたいと思います。表に響かないようにこう出し入れして、ここのところしっかりとつけれました。そしたらもうここからはこっちの反対の方と同じような感じでかがっていくだけになります。ちょっと響かないようにかがって下まで行きます。はい、下までかがってこれました。で、これで全面にこんな感じでくっつけることができたので、今度はこういった感じでサイドのところをこうつまんで端っこにこうつけれるような感じですね。こんな感じにしていこうと思います。で、今下にあるのでちょっと一回こう上の方にこう中をくぐらしてちょっと上の方までこう持ってきます。で、サイドのところをちょっとつまみたいのでこっちに出しようかな。こっちの方にまず外の方に一回出して、でここのところをつまんでここですね。で出し入れするという感じにしていきます。でこれもこの鎖の下のところにするとこう分かりにくいので、この上とかこうやってして取っていくとね分かりやすいので、なるべくこの鎖の、下ですねとかにする方がいいかなと思います。はい、サイドのところここもひっつけるような感じにしてきました。そしたら一回ちょっとねこの中のところに出して、ここかがってるところになるんですよね。ここのところにこう数回かがってるので、このかがっているところをくぐらしてギュッと引き締めるとここのところがひっつくので、ちょっと2回ぐらいやりますね。はい、こんな感じでギュッとします。でもうここで糸始末したいと思います。できたらこれは際でカットして一つ取り付けができました。はい、こんな感じに一つ取り付けれたので、反対の方も同じような感じで取り付けていただければいいかなと思います。はい、これでバッグの出来上がりなんですけど、ここのところがねふわふわするので、なんかつけるやつですね、パチンパチンできるやつをつけていただいた方が綺麗に仕上がるかなと思います。で、中のものが見えないように内布を作っていただいてすると、またもう一つねすっきりするかなとは思いますので、そんな感じにして最後まで仕上げてみてください。持ち手を2本ともつけれたら、今度は内布をつけていきます。私は今回セリアさんの M サイズの巾着を使いました。こんな感じで外側になる方を内側にして、で高さを合わせてあります。でその合わせたのをギュギュギュッと折り目をつけて、爪とかで、はい、こんな感じで折り目がついてるので、その折り目の、3センチとか2センチとかそれぐらいに線を引っ張って、ここの部分をカットしていきます。で立ちばさみでこの部分をだいたい、はい、カットして、でこの上の部分はまた使えるかもしれないので置いておきます。でこれを後をつけたところがあるので、それを外側にこんな感じで折って、またもう再度ギューッと押さえて後をつけておきます。中の合わせるのはセリアさんのマグネットホックを使用しました。14mm のタイプのものです。でこれをつけるにあたって真ん中を出したいので半分に折って、で大体のところですね、これに後をつけます。こんなもんかなと思ったところにつけまして、でこれ外側からこれ合わせちゃったので間違えたと思って、これをねここら辺ぐらいが真ん中かなっていうところにまた内側にですね印をつけて、はい、やっております。ちょっとここら辺がね怪しいんですけれども、はい、つけまして、でこの辺りに
縫い付ければいいので、そのまんまマグネットを縫い付けるだけですね。でパチンパチンできるかちょっと確かめて、でバッグの中に入れて高さを合わせていきます。でサイドのところのこの線とバッグの横の真ん中のところですよね。これが合うようにサイド同士をですね、こんな感じでまず待ち針で固定します。この時にね指刺しちゃうので、私はいつも何度も刺すので気をつけてください。でそれができたら次はもう真ん中のところですね。ここを待ち針で留めて、で固定をします。そしたらもう最初の仮止めにこれダイソーさんなんですけれども、強力布用のテープっていうのが売ってるので、これをまず仮止めとしてつけていきます。もう最初からグルーガンでも OK です。私の場合は今回これにして全部これにしようかなと思ったんですけど、やっぱり最後はねグルーガンじゃないとやっぱりふわふわするので、これは仮止め固定みたいな感じですね。グルーガン最初にやるのが怖い場合は一番最初にこれでちょっと固定をするっていう感じがいいかなと思います。はい、こんな感じで合わせていきます。で側面のところも同じような感じで合わせて固定をして、もう最後はねやっぱり先ほども言いましたけれども、グルーガンで仕上げた方が断然綺麗なので、グルーガンで仕上げてみてください。これで完成になります。皆様お疲れ様でした。持ち手をつけて中のところ内布もつけてきました。で大きさをまず測っていきます。横の大きさが21センチで、上から下まで測った長さが19センチで、まちのところこの端っこから測っていくと12センチぐらいの長さになっています。で持ち手から測っていくと31センチぐらいで、持ち手の長さを測っていきます。こんな感じで35センチぐらいの長さになってます。バッグの中はこんな感じでセリアさんの M サイズの巾着を入れてみました。大きさ的にはこんな感じで、先ほど1個前に動画でちょっとバーっとやってると思うんですけれども、詳しい動画が下の説明欄のところにありますので、そちらの方も参考にして見てみてください。ちょっとふわふわするので、やっぱり最後にねグルーガンでつけたところが何箇所かあるので、やっぱりグルーガンでやるのがちょっと怖かったら、最初に両面テープで仮止めして、それからやると綺麗にできるんじゃないかなと思います。こんな感じで、はい、マグネットでできます。でちょっと物の大きさを見るために財布とか入れてみたいと思います。こんな感じで財布と、それからちょっと小さめのこれダイソーさんのエコバッグになるんですけれども入れてみました。で携帯スマホですよね、入れたりとか、あと小さいものを何個か入れたりとかはできるかなと思うので、お好みでここのところねポケットもつけたりとかできるかなと思います。で今内布も入れてあるので全然沈みとかもそんなないです。すごくね可愛らしい感じになって、こんな感じですね。外出の時にこれ持ってったらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思って、はい、お気に入りのバッグになりました。とても形もね今時な感じもするし、で持ち手のところもエビ編みのコードで編んでるのですごくしっかりしてます。で下の底のところもちょっと透けてるような感じになってますので、そこもまた夏っぽくていいかなと思います。はい、今回はこんな感じのモチーフ編みのバッグを編んでみました。よろしければお好きな糸で編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。